こちら風林火山の本拠地江東区は RE 雨宮。本田山さんはオプション本誌の取材でポート加工の真っ最中。今回はいよいよ海女さん直々に8のエンジンチューンに着手する。ではまずはレネシスの仕組みを簡単に説明しよう。エンジンを分解するとこのような5つのブロックに分かれる。おにぎり型のローターが収まるローターハウジングを給排気を行うインターミディエイトとサイドハウジングが挟んでいる。レネシスでは吸気も排気もサイドポートで行われる。吸気ポートを通して燃料と空気がローターハウジングに送られ、そこで爆発した空気が排気ポートを通してエンジンの外へ排出されるのだ。吸気ポートは回転数に合わせ3種類を使い分ける。始動から常に吸気しているのがインターミディエイトにあるプライマリーポート、そしてサイドハウジングにある中間域で開くセカンダリーポートと高回転域で開くオギュジュアリーポートだ。ここにほんと筒が入るんですよ。その筒で5500から動いて8500で全開するんですけど、エンジンやる場合にとりあえずコンピューターで、制御できるオギジュアリポートを広げます。この各吸気ポートを削って空気と燃料の吸入量を増やすことでパワーアップを図るのが今回行うサイドポート加工だ。合わせて排気ポートも拡大する。インターメートの方は、オーバーラップを広げないで、トルクを重視に出すようにやってます。で NA の場合はどうしてもやっぱり燃料が壁を伝わっていくんですよね。ターボと違って押し込みじゃないですから。だからなるべくこう綺麗に段差とかそういうのは綺麗にピシッとやっぱし磨きます。ということで早速作業開始。これはちょっとね小さいんですけどね。はい、行くぞ。これ集中しなきゃなんないからあんまり話しかけないでよ。だから集中しなきゃダメですからやんないでよ。もっと大きいのでガーッとやった方がいいんじゃないですか。よし。そうですね。ちょっと大きいのでやりますか。時間かかるから。お言葉に甘えて大きいのでやります。ちょっとでも削りすぎるとハウジングが使えなくなるため集中して作業しなければならないのだが、これだと早いですね。あんまり集中しなきゃいけないんですよ。と作業開始して間もなく、あれやばいじゃん。俺静かにしてましたよ。失敗しちゃってん。ここほら見てよ、これ見える？笑い事じゃないですよ。ハウジング使えなくなっちゃうんじゃないですか。やばいなこれ。失敗しちゃったですよこれ。1個ハウジングパー。声かけないでよ本当に。参っちゃうな。ゴミだよこれ。この尊い犠牲を無駄にしないためにも気合を入れて再チャレンジ。今度は失敗できねえぞ。集中力。今度は V オプトが静かに見守る中黙々と削る海女さん。ロータリーの神様の手で着々と作業は進んでゆく。ポートの拡大が終わると今度は内部をサンドペーパーで研磨。吸入効率を上げるためにピカピカに仕上げる。こうして完成したのがこちら。どのポートも穴が大きくなり表面が輝いている。インターミディエイトもサイドと同様に全てのポートを拡大。これによりおよそ30馬力アップだ。そしてこの海女さん手彫りのハウジングを持って富里へ。
こでローターや補給類と合わせエンジンを組み上げる。合わせて給排気チューニングも行い、さらなるパワーアップにかかる。エンジンを乗せる前にクラッチを装着。軽量でスムーズなシフトを実現し、スポーティーに街乗りを楽しめる ORC ライトクラッチ。エンジンマウントはアルミ製のリジットに硬化。まずエンジンマウントなんですけど、RX7 とかFC、FD の場合は、こういう位置についてるんですけど、RX8 の場合は真ん中方向に持っていくっていうことでこういう感じになって、なおかつエンジンの位置を下げたいっていうことで、こういう感じに、ここにマウントがあることによってエンジンが下がって、なおかつセンター方向に寄っていくっていう形で、どうしてもこのマウントが、音が出なかったりするようにするために、ゴムでできてるんですけど、風林火山とりあえずタイムを狙っていくとか走りの方を優先したいんで、この RE 雨宮製のアルミのリジットにして動きを抑制するっていう形でやっていきたいと思います。それでは早速エンジンを乗せる作業にかかる。今回は青木さんではなく若い師2人が作業を担当。上からエンジンを積むときはタイヤハウスからマウントを入れてエンジンを仮止めする。この状態でミッションと駆動系を合体させ、エンジンを固定した後、一度マウントを外して駅マニを装着する。このエンジンの取り付け位置を見ると、ほぼフロントミッドシップなのがわかる。ステンレス製の駅マニは排気効率を改善し、およそ10馬力アップ。大容量サイレンサーでご近所さんにも優しいマフラーは低速トルクがアップ。今回エンジンチューンに合わせて、排気系統もチューニングを行います。エキゾーストマニホールドですが、見てすぐ分かる部分として、エンジンから排出される排気ガスですねが、すぐ、それぞれ合流してしまいますので、非常に排気干渉が出やすい状況になっています。これは雨宮ではステンレス製のエキゾーストマニホールドですね。こちらで見て分かるように、できるだけ遠くで排気ガスが集合するような作りのエキゾーストマニホールドを採用しています。続いてマフラーですね。こちらも純正では細いパイプで非常に排気効率悪いものですが、パイプも太くして排気効率を上げるような作りのマフラーに交換します。こちらのマフラーはですね、消音材ですね、グラスウールをの採用をやめました。中隔壁構造といったものを採用してますんで、経年変化起きませんので、2年3万キロ保証ですね、こういった保証もつけてますんで、サーキットユーザーの方、街乗りユーザーの方問わず長く使っていただける商品になってます。エンジンマウントとの隙間に駅マニを装着し、マフラーの取り付けも完了。 NA サウンドをより楽しませてくれること間違いなし。続いてエンジン周りの配管や吸気系の取り付けにかかる。エアクリーナーはボックス効果で効率よくフレッシュエアを導入し、およそ7馬力アップ。バッテリーをウォッシャータンクの位置に自設するキットも装着。はい、雨宮製のエアクリーナーですが、キノコタイプを採用していますが、ボックスを一緒につけてます。ボックスつけた理由としてはですね、ボックスのすぐ下にラジエーターの電動ファンがありますので、熱風がですねかなりの勢いで吹き込んできます。この熱風を遮るためにですね、こちらのボックスの方を設けまして、吹いている新鮮な空気がエアクリーナーから吸えるようにこちらの方を設定しました。ボックスを設けましたもう1点の理由としてですね、 RX8 のエアフロなんですけれども、かなり繊細なものになってますんで、エンジンルーム内でですね、電動ファンの風がかなり吹き込みますと、エアフロが誤作動を起こしてエンジンがストールするなどのトラブルが起きますんで、こちらのトラブルを防ぐためにもこちらのボックスの方を使っております。続いてバッテリーの方を小型化して移動しました。もともとここに大型な純正バッテリーがついているんですけれども、これがですね電動ファンの風の方をですね塞いでしまうような構造になってますんで、これを後ろに持ってくることで冷却効果が上がります。でさらにサスペンションの取り付け位置よりも後方に持ってくることで、ハンドリングですね、これにも大きなメリットが出ますので、皆さんもぜひ入門編としてバッテリー接キットつけていただくことをお勧めします。一連のパーツを取り付け、各種液体系を入れて作業終了。無事エンジンはかかるのか。
聞いたこともない異音が発生し若干戸惑う若いし2人。大丈夫か？一瞬作業ミスかと不安がよぎったが、各部チェックでもおかしなところは見つからず、異音もしばらくすると収まった。なんかね、動かしてなかったからかわかんないですけど、エアコン君から音でいいなって。今はしないもんね。普通しないですよ。初めて聞きました。これで無事全てのメニューが終了。早く走りに行ってパワーを感じたい。というわけで、若手2人の活躍によって、エンジン無事にかかりました。で今回、吸気排気、あとエンジンの、ポート、まさにやってもらって、これで大体約ノーマルから50馬力くらい、上がる予定なんですけど、とりあえずエンジンまだ組んだばっかりなんで鳴らしっていう作業をしないといけないんで、次回は鳴らしがてら、ちょっとこういうシートとかですね、ホイール結構欲しいものがあるんで、海女さんに鳴らしがてらいろいろもらいにおねだり的な感じで各メーカーさんに行ってもらいたいと思います。ということで次回は海女さんとくるりんがおねだり珍道中へ。お楽しみに。